2026年4月、東京都内の某大学病院集中治療室で起きた出来事である。その夜、78歳の男性患者が心臓発作により、突如として意識を失った。医療スタッフが駆けつけた時、心電図モニターはすでに平坦な線を描いていた。除細動器が繰り返し使用され、蘇生処置が続けられた。19分間、その19分間、男性の心臓は完全に停止していた。しかし、それだけではなかった。処置の最中、男性は途切れ途切れに何かを呼び続けていた。言葉にならない、かすれた声で、それは名前だった。一人の女性の名前だった。担当医が後に確認したところ、その名前は男性の母親のものだった。47年前に他界した母親の名前だった。なぜ、そんな名前を知っているのか、と、その場にいた看護師の一人は言った。カルテにも、入院手続きにも、その名前は一切記載されていなかった。脳波はほぼ平坦だった。意識があるとは、医学的にはとても言えない状態だった。それでも男性は呼び続けた。母を、半世紀前に言った。母を、病室の外の廊下にいた別の看護師も、その声を聞いていた。そして記録した。お母さんの手を、握らせてください。と、その一言を、男性が奇跡的に意識を取り戻したのは、処置から2時間が経過した後のことだった。目を開けた瞬間、彼は静かにこう言ったという。暖かかった。と、医師たちはこれを、縵盲による症状と診断した。しかし、縵盲は通常、意識がある状態で起こる。脳波がほぼ平坦な状態で、どうしてそれが起きたのか、誰も、明確な答えを出せていない。この男性に、一体何が起きていたのか。そして、心臓が止まる前の数時間、彼の身に何が起こっていたのか。次は、あの夜よりも前に戻る。2026年4月のことだった。東京、とある大学病院の集中治療室。その夜、医療スタッフたちが目にしたものは、教科書には載っていない光景だった。男性の名前は、田中義雄、享年78歳。定年退職後は神奈川県の静かな住宅街で、一人暮らしを続けていた。趣味は家庭菜園と囲碁。毎朝6時に起き、近所を30分ほど散歩するのが日課だった。健康診断の数値は年齢の割に良好で、かかりつけ医からも、このまま続けてください、と言われていたという。息子が一人、埼玉に住んでいる。月に一度は電話をかけ、季節ごとに顔を見せに来る。決して派手な生活ではない。しかし、穏やかで、満ち足りていた。そんな日常が、突然断ち切られた。2026年4月17日、金曜日の夜、田中は自宅の台所で夕食の準備をしていた。その最中に、突然胸を押さえ、その場に倒れた。異変に気づいたのは、たまたまその日に訪ねてきていた息子だった。玄関を開けた瞬間、台所から物が落ちる音が聞こえた。駆けつけると、父親が床に倒れていた。救急車が到着するまでの時間、息子は懸命に心肺蘇生を続けた。しかし田中の心臓は、すでに動きを止めていた。病院に搬送された段階で、心停止からすでに11分が経過していた。医師たちは直ちに蘇生処置を開始した。除細動器が使われ、薬剤が次々と投与された。それでも、心臓は応えなかった。処置開始から19分後、ようやく微弱な心拍が戻った。しかし、意識は戻らなかった。脳波のモニターは、ほぼ平坦なままだった。集中治療室に移されてから、およそ2時間後のことだった。田中の口が、静かに動き始めた。声は小さく、かすれていた。それでも、そこにいた看護師には、はっきりと聞こえたという。繰り返し、同じ言葉を呼んでいた。その名は、田中の母親のものだった。47年前に亡くなった。母親の名前だった。意識がほぼない状態で、なぜ、半世紀前に言った人の名を呼べたのか。そして、目が覚めた後、彼は何を語ったのか。次は、意識が肉体を離れた。あの瞬間へと迫っていく。田中の唇が動いた瞬間、ICU の空気が変わった。モニターは警告音を鳴らし続けていた。心拍数は測定不能に近い。脳波の波形は、ほぼ一本の直線を描いていた。それでも、彼は呼んでいた。声は、かすれていた。息をするだけで精一杯のはずだった。なのに、言葉だけは、驚くほど鮮明だった。お母さん、お母さん、
担当の看護師は、最初、空耳だと思ったといい、意識のない患者が言葉を発することは、医学的にはありえない。少なくとも、あってはならないことだった。だが、それは続いた。2分、5分、10分、田中は同じ名を、同じ抑揚で、繰り返し呼び続けた。廊下に出ていた別の看護師も、その声を聞いた。思わず立ち止まり、病室の扉を見つめたといい、静かすぎる声が、なぜか、壁を越えて届いてきた。医療記録には、この時間を尾、田中の意識レベルは最低値を示していたと記されている。脳への血流は著しく低下し、外部刺激への反応はゼロだった。では、彼はどこにいたのか。後に、田中は語っている。気がついたら、病室にいなかった。天井も、機械も、何も見えなかった。ただ、どこか遠い場所にいた。そこには、光があったという。柔らかく、暖かく、眩しいのに目が痛くない、不思議な光だった。そして、誰かが立っていた。顔は見えなかった。輪郭だけが、光の中にあった。でも、田中には、すぐに分かったという。声より先に、温度で気づいた。それは、母親だった。手を、握って欲しかった。ただ、それだけを思った。この言葉は、病室の外の廊下で、看護師がメモに残していた。田中が目を覚ます。3時間前のことだ。意識がなかったはずの男が、なぜ、その言葉を知っていたのか。医療チームは、この証言を、臨死体験による記憶の再構成、と説明しようとした。だが、時系列が合わなかった。田中が語った内容は、看護師がメモを書いた時刻より、前のことだった。説明のつかない何かが、あの病室で起きていた。意識は、本当に肉体と切り離されるのか。田中が見た光の先には、何があったのか。次は、そのトンネルの奥へと進んでいく。田中は、トンネルの中にいた。光の方向は、はっきりと分かった。前だった。迷うことなく、前だった。壁はなかった。床もなかった。それでも、確かに、進んでいる、という感覚があったと、彼は後に語った。意識があったのか、なかったのか、その問いに、彼は即座に答えた。あの瞬間だけは、今より鮮明だった。と、硬派遠くなかった。ゆっくりと、温度を持って近づいてきた。熱ではなかった。冷たくもなかった。強いて言えば、懐かしさに似た何かだったと彼は言う。そして、誰かが立っていた。輪郭は柔らかかった。輝いてはいなかった。ただ、そこにいた。田中は、一瞬で気づいた。母親だった。47年前に言った。あの人だった。シワが深くなっていなかった。老いてもいなかった。記憶の中の姿より、少し若かった。それでも疑いはなかった。声は、聞こえなかった。言葉は、なかった。それなのに、伝わってきた。来なくていい。という意味だったと、彼は言う。言葉ではなく、感覚として、押し返すような優しさだったと。母親は、手を伸ばしてきた。握ろうとして、止まった。触れる直前で、止まった。田中は、その手を見た。シワの一本一本を、見た。爪の形まで、見えた。意識がほぼ失われていたはずの脳が、なぜそこまで細部を捉えることができたのか。医療チームは、今もその答えを持っていない。脳波はほぼ平坦だった。活動の痕跡は、ほとんどなかった。それでも、田中の記憶には映像があった。音ではなく、感情があった。そして、名前があった。母が死んだのは、1979年だった。田中が31歳の時だった。47年という時間が、あの場所では意味を持たなかった。距離も、年齢も、時間の経過も、すべてが消えていた。あったのは、ただ、そこに母がいる、という確かさだけだった。意識と肉体は、本当に切り離されるのか。田中の体験は、その問いに一つの輪郭を与えた。だが、輪郭は答えではない。あの光の先にあったものは、脳が作り出した幻だったのか、それとも、肉体を超えた何かが見せた景色だったのか。次は、その境界線へと踏み込んでいく。境界、その言葉には、目に見える形がない。しかし田中の意識は確かに、その場所に立っていた。光の中に母がいた。声が聞こえた。手が触れる感覚があった。それは夢でも、記憶の断片でもなかった。少なくとも、田中本人にとっては。では、その場所とは何か。
生と死の間に、本当に、境界は存在するのか。医療の世界では、心停止後の意識体験を、末期体験、と呼ぶことがある。脳への血流が途絶えると同時に、視床下部や側頭葉が異常な活動を示すことがある。幻覚や感情の爆発が、まさにその瞬間に起きるとされている。しかし田中の場合、脳波はほぼ平坦だった。活動が確認されていない状態で、どうして記憶が生まれるのか、どうして、47年前に言った母の名前を正確に呼べたのか。神経科学は、この問いにまだ完全な答えを持っていない。田中が後に語ったのは、こういうことだった。母の手を握った時、戻ることができると思った。でも、戻ることが怖かった。あちらの方が、ずっと穏やかだったから、その言葉は、境界線が、恐怖の場所、ではなかったことを示している。多くの臨死体験者が共通して語るのは、引き戻される感覚だ。意志ではなく、何かに引き寄せられるように、肉体へと戻る。田中も同じだった。母の声が、最後にこう告げたという。まだ、言ってはいけない。その瞬間、田中の心臓は再び動き始めた。偶然か、それとも必然か。境界とは、ただ生と死を分ける線ではないのかもしれない。選択の場所であり、問いかけの場所であり、そして何かに、引き止められる、場所なのかもしれない。田中が目を開けた時、病室の天井が見えた。白い光ではなく、蛍光灯の冷たい光だった。それでも田中は、泣いていた。怖かったからではない。何かを、置いてきたから、この体験が持つ意味は、まだ終わっていない。次に明らかになるのは、人が死の淵で見る、全人生の光景。だ。時間が圧縮され、記憶が一瞬に凝縮される。あの現象の正体へと踏み込んでいく。田中が目を覚ました時、最初に感じたのは、光ではなかった。音だった。心電図のリズム。点滴の滴る音。そして、遠くで誰かが歩く廊下の足音。それらの音が、ゆっくりと、現実を縫い合わせていった。しかし田中の胸の中には、まだあの場所のぬくもりが残っていた。母の手の感触が、まだそこにあるような気がした。人は死の淵で何を見るのか。研究者たちはこれを生涯解雇現象と呼ぶ。臨死状態に陥った人間の脳が記憶の断片を高速で再生し始めるという現象だ。それは単なる走馬灯ではない。時間が圧縮される。1秒の中に数十年が折りたたまれる。幼い日の朝の光。初めて自転車に乗った夏の坂道。父の背中。母の声。恋をした夜の空気、子供が生まれた瞬間の触れ、それらがすべて、同時に、一つの光景として広がるのだという。田中が語ったのは、まさにそれだった。走馬灯というより、パノラマだった。と、田中は後にこう述べている。全部が見えた。悲しかったことも、恥ずかしかったことも、誰にも言えなかったことも、でもそのどれもが、美しかった。その証言は、医療スタッフの間で静かに共有された。神経科学の観点からは、臨死状態における側頭葉と海馬の過剰活動が、こうした解雇現象を引き起こすとされている。酸素が失われた脳が、最後の処理として記憶の全体像を展開する。それが、あのパノラマの正体だという説明だ。しかし、田中が見たものには、説明しきれない部分があった。母の顔だ。47年前に言った母の顔が、田中の記憶の中で置いていた。生前、田中が知っていた顔よりも、シワが深く、穏やかだった。あの顔は、知らない顔だった。でも、確かに母だった。それは、記憶の再生ではない。記憶にない何かを、田中は見ていた。人が死の縁で見るものは、過去だけではないのかもしれない。あるいは、脳が作り出す幻ですら、私たちが思う以上に深く、広い世界を映し出しているのかもしれない。田中はその後、医師に一つだけ質問したという。私は、帰ってきたのですか？それとも、まだ向こうにいるのですか？医師は答えられなかった。その問いの意味は、次の章で、より深く明らかになっていく。その瞬間のことを、担当医の佐藤はこう振り返った。モニターが鳴り始めた時、正直、信じられなかった。心電図の波形が、再び動き出した。19分間、ほぼ平坦だったラインが、ゆっくりと、しかし確実に山を描き始めた。田中の心臓が、再び鼓動を刻もうとしていた。医療スタッフが一斉に動いた。
叫び声と機械音が入り混じった。誰かが、戻ってきてる、と声を上げた。それは、奇跡という言葉以外では説明できない光景だった。田中が目を開けたのは、それから約30分後のことだ。瞳は最初、焦点が合っていなかった。天井を見上げたまま、何かを探すように視線をさまよわせていた。そして、ゆっくりと口を動かした。お母さん。は、その一言を、病室の外の廊下にいた看護師の一人が聞いた。彼女はその言葉を、その日の記録に残している。担当医の佐藤が田中のそばに近づいた。田中の意識は、まだはっきりとはしていなかった。しかし、佐藤の目を見て、田中は静かにこう言った。私は、帰ってきたのですか？佐藤は、返す言葉を持っていなかった。医学的に言えば、田中の帰還は成功だった。心臓は動き、脳への血流は回復し、後遺症も最小限にとどまった。奇跡的な蘇生と、医師たちは口を揃えた。しかし、誰も触れようとしなかったことがあった。脳波がほぼ平坦だった時間帯に、田中が口にしていたあの言葉の数々。47年前に亡くなった母の名前、手を握ってほしい、という。ただ一つの願い。意識のない人間が、なぜそれを言えたのか。医療チームの中の一人、神経内科の専門医は、事後の面談でこう述べている。私たちには、あの状態で発語が起きたことを、まだ完全には説明できていない。谷間から戻ってきた田中は、その後、少しずつ変化していった。言葉の使い方が変わった。物の見え方が変わった。家族への接し方が、静かに、しかし確実に変わっていった。蘇生は、体だけに起きたのではなかった。田中という人間そのものが、あの19分の間に、何かに触れて帰ってきたのかもしれない。その変化の全容は、次の章で明らかになる。谷間から戻ってきた田中は、最初の数日間、ほとんど口を開かなかった。医師たちは、それを回復期の疲労だと判断した。しかし家族の目には、沈黙の質が、以前とは違って見えた。息子の田中誠は、こう語っている。父は昔から、感情をあまり表に出さない人間でした。でも退院後の父は、静かさの種類が違った。怒りや焦りが消えて、ただ、穏やかに存在している感じがした。変化は、言葉にも現れた。田中は以前、家族に対して要件以外の言葉をほとんど口にしなかった。しかし退院から1週間が経ったある朝、食卓でこう言ったという。お前が来てくれて、よかった。息子は、その一言に言葉を失ったという。78年間、父からそのような言葉を聞いたことが一度もなかったからだ。田中自身は、あの19分の間に見たものを、多くは語らなかった。ただ一つだけ、繰り返し口にしたことがある。母に、会った気がする。断言ではなかった。確認でもなかった。それは、疑問と確信の間に浮かぶ。非常に繊細な言葉だった。臨死体験の研究者たちは、この種の変化を、人格の静音化、と呼ぶ。死の縁に触れた人間が、帰還後に示す共通の傾向だ。攻撃性が薄れる。物質への執着が弱まる。そして、人とのつながりに対して、かつてないほど敏感になる。田中の場合も、その傾向は明らかだった。娘の田中めぐみは、父の変化をこう表現した。父が柔らかくなった。というより、父の中にずっとあったものが、ようやく外に出てきた感じがしました。その言葉は、ある意味で確信をついている。あの19分が、田中の中に何かを生み出したのではなく、長い時間をかけて積み重なってきた感情を解放したのかもしれない。死の入り口で見た母の姿が、78年分の鎧を静かに溶かした。しかしここで、一つの問いが残る。田中が体験したことは、魂の領域の出来事なのか、それとも、科学が説明できる脳と意識の現象なのか、その答えを求めて、研究者たちは今も問い続けている。科学は、この体験をどう説明するのか、そしてそれは、全てを説明できるのか。田中が母を呼び続けた2時間、脳波はほぼ平坦だった。意識があるとは言えない状態だった。それでも、彼は47年前に亡くなった母の名を、正確に、繰り返し読んだ。医療チームは当初、この現象を、縵盲と診断した。縵盲とは、重篤な身体状態や薬物の影響によって引き起こされる意識の混乱だ。幻覚、混乱した発は、現実から切り離された言動。確かに、
症状としては重なる部分がある。しかし、一つの事実が、その診断に疑問を投げかけた。田中が目を覚ました後に語った言葉、母が手を握ってくれと言っていた、という証言が、病室の外の廊下にいた看護師たちの記録と一致していたのだ。専門であれば、意識の混乱の中から生まれた言葉のはずだ。それが、外部の第三者の記録と符合するとはどういうことか。これは、単なる偶然なのか。臨死体験の研究は、近年急速に進んでいる。オランダの心臓専門医勤務、ファン・ロメルが2025年に発表した追跡研究では、心停止中に意識活動が確認された事例が複数記録されている。脳が機能を停止しているにもかかわらず、患者は体験を持ち、目覚めた後にその内容を詳細に語ることができた。科学は今、その体験がどこから来るのかを問い始めている。脳の中に蓄積された記憶が死に際して一斉に解放されるのか、それとも脳とは独立した何かが存在しているのか、答えはまだ出ていない。一方で、霊性や宗教の視点からは、この体験は全く別の意味を持つ。多くの文化において、死の際に亡き家族が迎えに来るという現象は、古くから伝えられてきた。それは、お迎え体験とも呼ばれ、日本でも在宅医療の現場で繰り返し報告されている。科学と霊性は、対立しているわけではないのかもしれない。どちらも、同じ現象の異なる側面を照らしているだけなのかもしれない。そして田中自身は、目を覚ました後、こう言った。あれは夢ではなかった。母は確かに、そこにいた。と、では、この体験が田中に残したものとは何か。次に明らかになるのは、死の入り口から戻った男が、生き残ったこの命に込めた、たった一つのメッセージだ。目を覚ました田中は、最初、自分がどこにいるのかわからなかったという。天井が白かった。機械の音がしていた。そして、手が、暖かかった。看護師の手ではなかった。そう、彼は確信していた。田中が後に語った言葉は、シンプルだった。母は、迎えに来たのではなかった。送り返しに来てくれたんだ。と、19分間、心臓が止まっていた。脳波はほぼ平坦だった。それでも彼は、47年前に言った母の声を聞いた。その手を感じた。そして、生きて戻ってきた。医療の言葉では、これを、洗脳、と呼ぶ。しかし田中は言う。名前なんて、どうでもいい。と、あの瞬間に感じたものは、本物だった。それだけで、十分だ。と、死の入り口まで行った男が、戻ってきてから変えたこと。それは、大きなことではなかった。毎朝、仏壇に花を供えるようになった。家族に、ありがとうと言うようになった。そして、夜空を見上げるようになった。死ぬのが、怖くなくなった。と彼は言い、母がいる場所に、いつかまた行けると思ったら、今を生きることが、怖くなくなった。と、私たちは、死を遠ざけようとする。見ないようにする。考えないようにする。しかし田中の体験は、問いかけてくる。死を知ることが、生を深めるのではないかと。あなたは今日、大切な人に、ありがとうと言えているだろうか。その言葉を、まだ伝えられる時間が、あなたには残っている。田中の母が、息子を繰り返したように、命は、続きがある。そう信じることが、今日を生きる力になる。この話が、あなたの心に何かを残したなら、それで十分だ。